第二次高市政権がスタートしましたが、この高市政権どうなってますか？これだから僕何回も言ってるんですけど、高市政権のいい悪いは別にして、日本の経済が良くなるかどうかでは、今のところ高市政権の中に、それに対する対処がないんですよね。日本人がその高市さんを推したい。高市さんに期待してる。でも、高市さんを推したい。高市さんに期待してるって言っても、残念ながら石油が湧いてきたりしないんですよ。いかにその外貨を稼ぐかっていうのをやらなきゃいけなくて、外貨を稼ぐっていうところでいくと、今のところ高市政権で僕が期待してるのは兵器輸出。あれがいけばある程度はと思うんだけど、それ以外はまだそんなに外貨輸出できるものがないっていうね。レアメタルとかっていつになるかわかんないからね。2027年に取れるかもしれないで、まだ試掘の段階なのね。南鳥島でレアアースを掘るって話なんだけど、これが1月に試掘をやって、まだね、成分出てないんじゃないかな。これが仮に取れたとして、1日300トン取れますってなんですけど、その300トンをどうやって乾燥させて、で、それを分離して、そこをレアアースとして使える形に生成するのかっていうのが、まだ未知数なんですよ。なので、2027年に商用化できたらいいよねって言ってるんですけど、これって2027年に全ての条件がうまく満たされたらようやく商用化なんですけど、1年でできるかなっていうと結構難しいと思うんですよね。はい。そこまではうまくいかないんじゃないかなと僕は思ってます。はい。ちなみにね、レアアースってなんで中国がやたらにシェアを持ってるかっていうと、儲からないからなんですよ。日本の人はレアアースは高い。だから日本はレアアースを輸出したらめちゃくちゃ儲かるって結構誤解してるんですけど、実はね、レアアースってレアなのよね。なんでレアかっていうと、超重要なんだけど、そんなにいっぱいいらないんですよ。鉄鉱石とかはめちゃくちゃ使いたいのね。だから世界中でなってるんだけど、レアアースって電池の中のほんの一部必要っていうほんの一部が必要だけで、世界中の量でいくとそんなに多くなくて、しかも儲からないから他の国あんまりやらないんですよ。で、中国は放射線出しまくっていいとか、人件費安いとかがあって、なので大量にやっても、まあまあ元取れなくてもいいよねっていうので、それを世界中に下ろしてコントロールするっていう、儲かんないけど、戦略物資として使っていますっていう話なんですよ。なので、基本的にはね、儲かんないんですよ。中国よりも、安く売らないと、もう買ってくれないわけじゃないですか。中国は日本に売らないって言ってるけど、まあ、例えばじゃあオランダの会社は中国から買ってもいいですと。日本から買ってもいいですっていうので、今まで中国から買ってましたと。で、これを切り替えるんだったら、同じ価格か、中国より安く買えないと、オランダは中国から切り替える必要ないじゃないですか。ってなると、そもそも利幅が少ないんですよ。そんなにいっぱいいらないんですよ。っていうのがあって、あるに越したことはないんだけど、レアメタル、レアアースが取れたかといって、めちゃくちゃ儲かるかっていうと、別に儲からないんですよ。しかも多分今の乾燥させて生成させてってなっちゃうと、残念ながらコストで戦ったら中国にも多分勝てないだろうなと言われているんですよ。300トンの泥を乾燥させるエネルギーってどれぐらい必要ですかっていう。1グラムの水を100度にすると蒸発するので、100ジュール。南鳥島の海水温がじゃあ仮に30度として、そうすると1グラムに対して70ジュールのカロリーが必要ですと。700万ジュールで1トン蒸発させられるから、700万だから2100万ジュール ?2100 万ジュールというカロリーが、じゃあ石油でいくとどれぐらいの量か。現場レベルでいくと目安としては約40トン。なので、レアアースを乾燥させるためには、1日40トンの石油が必要です。石油40トンっていくらですかって聞いてみようか。コパイロットが間違ってたら本当に意味ないんだけど、重油40トンの価格はおよそ3900万から4300万程度。だいたいまあ4000万円ぐらい毎日燃やすんすよ。4000万円を毎日燃やして、レアメタルね、どれぐらい売れるんだろうね。で、しかもね、南鳥島で乾燥させるとすると、南鳥島に毎日40トンの
石油を燃やすだけの何らかしらの工場と、南鳥島屋に毎日40トンだから、1週間に1回200トンぐらい持ってくのかな。それでバンバン燃やして、海水を乾燥させるんだけど、いやーね、ほんと札束燃やすようなもんだよね。核融合は投入したエネルギーよりも多くのエネルギーが返ってくるというのは、理論上は証明されていて、実験上も証明されてるんですよ。一応ね、実験上も投入したエネルギー以上のエネルギーがってるので、核融合のがまだマシ。国益やから。毎日4000万円だから、年間150億円ぐらい石油を燃やす。ただでさえ石油が足りない日本で。ね、石炭とか使うのかな。石油高いからね。確かに南鳥島でやるんだったら、環境破壊とか関係ないから、石炭のがもうちょっと安いかもしれないね。まあそれでね、150億円使ってレアメタル売れるといいですね。っていうのもあって、だからね、基本的にはね、他の国もね、深海にレアメタルあるっぽいよねってあっても、やっぱ現実に商用化できるかっていうと難しいよねって話になってるんですよ。トランプ大統領がグリーンランドにもレアメタルがあるんだって言って、あれを掘るんだって言ってるんですけど、グリーンランドってほぼほぼ氷の島で、下手するとね、氷を6000メートルとか掘る可能性があるんですよ。で、確かね、実験で3000メートルまでは掘れたことがあるんですよ。これが本当に研究で掘れただけで、掘って中で鉱石を集めて上に上げるみたいなことができるような航路がではなく、ただ掘るためだけの細い穴で一回やって、ちゃんと氷の下行けたね、すごいねって言って、もうコスパ合わねえからやめるわっつってやめたんですよ。ほんと金かかるんですよ。なんでグリーンランドの人も、掘ったらレアメタルあるわね。これね、地球上どこもそうなの。地球というのが上中にマントルっていうのがあって、ドロドロしたものがなってるんだけど、基本的にその質量の高いものというのが地球の中心に集まってて、そうじゃないものっていうのがだんだん上の方に来るっていう構造になってるんですよ。なので、地平面っていうのは、割とそもそも質量の軽いものが気がちなんですけど、質量の高いレアメタルだったり、金だったりっていうのは、地球の真ん中の方に行けばいっぱいあるんだけど、そのドロドロしたマグマ的な、マントル的な中にあるので、掘りまくればあるんだけど、掘らなくても出る地域から拾った方がいいよねっていうのが中国なんですよ。レアメタルってね、そんなにね、レアって言うけど、実は探すとちょこちょこあるんですよ。日本って石油出ないってイメージあると思うんですけど、新潟とかから石油出てるんですよね。で、確かね、日本の石油の流通量の 0.04% とかはね、新潟石油みたいな会社から出てるんですよ。日本でも石油は出るんですよ。ただ、中東みたいに莫大な量がバカバカ出るわけじゃなくて、本当に少量しかね、秋田も出るかな。なので、実はレアメタル的なものとかもね、結構あったりして、東北にある湖で、世界で深い湖ランキングでトップ10に入る湖が日本海側にあるんですよ。で、あそこもね、確かなんか掘るといろいろ面白いものがあるらしいんですよね。世界中の地層が残ってるので、そこを掘ると、この時期ってこういうのがあったよねって、田沢湖だったかな。田沢湖でいいのかな。基本的に湖って埋まってくんですよ。海じゃない湖っていうのは山とかの土砂とかがどんどん溜まっていって、水は入るんだけど土砂でだんだん埋まってって、なくなってしまうっていうのがあって、なので時間をかけると湖っていうのは基本的になくなるんですけど、マラウイにあるすげえでかい湖とか、新潟かどっかにある湖っていうのがずっと大きくなり続けてるんですよ。正確に言うと、マントルって動いてるじゃないですか。なので、この隙間がだんだん広がってる湖っていうのがあって、なのでマラウイの湖もだんだん広がってるので、そのいろんな砂とか土とかが入って埋まるんだけど、広がってるから、結果として湖としてはずっと残り続けて、恐竜時代の魚とかも未だに子孫がいますみたいなんですけど、で、そういうね、レアなね、湖がね、確か新潟かどっかにあるんですよ。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。